はい、続いてはですね、伊波義雄さんです。よろしくお願いします。こちらです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伊波さんも嘉数の、お生まれですか、ご出身。そうですね、嘉数生まれ育ちはもう全部嘉数ですね。嘉数から、はい、もう83なんですけど、離れたことはありません。83、はい、で、戦争当時は、おいくつですかね。満6歳ですね。6歳って言ったら小学校1年生。小学校1年に4月1日には入学予定だったんですね。その4月、もう第二大戦が、米軍がですね、4月1日の読谷、それから北谷あたりから上陸してますから、僕たちはもう学校は全然行ってないですね、戦前は。もう予定でしたら小学校1年生になるっていうことだったんですね。もうカバンも洋服も全部買ってですね、揃えてあったんですね。で、逃げる時には小学1年生の洋服で、カバンはもう持たないでですね、カバンも荷物になるから、洋服は全部小学1年生の新入生の服装で南部避難しました。吉尾さんが地図持ってきてるんですけども、これ避難経路ですね。はい。嘉数から、最終的にはこちら前里の方まで、これ逃げたとですね。その間に何か、ここで印象に残ってることとかってありますかね、逃げてる間ですね。そうですね、米軍が上陸4月3日頃、米軍は、嘉手納と読谷、今の北谷ですか、砂部ですかね、あれ沿から上陸してきてますが、もう1日にはですね、急な集落、飛行場の端っこ、そこまで来てるんですね。で、もう戦争がもうその時からで4月3日頃ですかね、弾が入ってくるようになったんですよ。飛んでくるように。飛んできて、住宅が何軒か、4、5軒やけどと親父なんか話してました。焼けて、それから戦争だんだんエスカレートしていくんですけどね。この時にもう戦争は始まったな。そうです。4月3日あたりからそういうふうな嘉数ができてるに言われたんですね。で、そうなったもんですから、みんなじゃあもう安心だと言って壕の中でずっと入ってたんですね。そうしたら4月1日アメリカが上と2日、4月2日にですね、3日で卵やったんですが、3日にはですね、2日にはですね、日本軍がこの壕は嘉数地域のある壕はみんな沖縄を守るために兵隊が使うので、皆さんは南部の方へ移ってくださいということで、4月から3日あたりからもうみんな移動始まったんですよ。もうこっちから2日で兵隊が各陣地碁を回ってますから。で、僕のお家は何でか分からないけど、お家はですね、4月6日にしかここ嘉数が焼けるのもですね、自分の家の確認をして親父はそれから南部へ逃げたんですね。で、逃げる時に普通の道を歩いたら道に迷うから、で親父はどうしたかというと、昔の京浜鉄道というの分かりますかね。那覇から嘉手納まで京浜鉄道がありますね。その京浜鉄道を使って牧村との行ってですね、京浜鉄道を那覇伝に移動してたんですね。で、移動する時に味噌、塩、砂糖、でんぷん、それから鰹節、これ5つは持ってですね、南部に抜けました。で、特に味噌はですね、やけどをした時の可能防止なんですね。水ぶくれを防ぐと。それから塩はなんですけど、傷なんかですね、破片で、こういう破片がですね、島中で飛んできました。これはご自身でも持ってるんですか？この破片はですね、こういうのがしょっちゅう飛んでくるんですね、島中で。そうやってこの破片はですね、飛んできますよね。真っ赤に焼くと飛んできます。そうしたらこれは回転するんですよ。地面に落ちてですね、ボン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 回ってですね。だから人間がこれの後のと燃え上げられてしまうんですね。
このぐらいのものでももう、大変なるんですね。で当たったら普通は僕たら突きっていくんじゃないかと思ったら、そうじゃない、鉄砲の弾だったら突きのこの破片だけをですね、これはもう回転しながら移動するんです。バックに開けて危ないですね。でこういうのを避けながら、沖縄の住民は4名の1人は亡くなったって言いますよね。おそらくそういうふうな激しいですね、破片によってやられたんじゃないかなと思いますね。今度はマダン橋を渡らん、南北からマダン橋を渡らんといかんですよね。マダン橋を渡ると昔の弓道ですから大体2メーター40ぐらいですか、その名標したですから、もうあっちこっちに人が死んでるんですね、兵隊が死んでいました。でボールが小さいものですから、またがれないわけですよ、死んだ人の間を。だから大きく膨れたお腹をですね、ポンポン踏んで、逃げました、移動しましたね。これ新聞なんですよね。そんだけこうもうまんべんなくもう全部死体だったんですね。そうですね、もう道、そこしか道、南北行く道ないもんですから、住民が殺到したり、兵隊が殺到したりところに大体、機銃でやるんですね。機銃攻撃やるもんだから、そこ死んでいました。だから中にお母さんがですね、お母さんが赤ちゃんをおぶってるんですけどね、首はないんですよ。首はない赤ちゃんを背負ってね、歩くお母さんも今のリアルに覚えてますね。僕の前から歩いて。それはこのお母さん自体がまだ亡くなってないって思いながら分からんわけですよ。誰もその時注意する人もいない。自分が生き延びるたばからいくらってどうしてね、もう極限状態に置かれてますから、それで人をかばってる暇ないんですね。はい、結構な人なんかこっちで犠牲になってるんですね。相当の人がもう亡くなっていました。初めて死んだ人をそこで僕ら体験しました。道端で死んでる人とかですね、また子供たち、お母さんは亡くなっていると死んだお母さんのおっぱいしゃぶってる子供がですね、またお父さんお母さんがおじいさんだったもんですけど亡くなってるけど、そこでしょんぼりと座ってる子がいたらですね、光景がもう見た見られなかったですね、この光景は。戦争で次々と命が失われていく中、伊波さんたちは糸満市の前里にある壕に避難をしていました。6月の18日に爆弾地上がやりましたのでね、あの時からもう激しかったですね、アメリカ兵は。ボンボンを弾を撃ち込んでるし、日本人の兵隊の怪我も多かったですね。で向こうから帰ってきて、僕らの壕にですね、5名兵隊が入ってきたんですよ。壕のところに怪我した兵隊がですね、日本刀、鉄砲は持ってなかったですよ。日本刀だけ持ってですね、日本刀を杖にして、怪我してるもんですが、これを杖にして入ってきて、一人は石膏に行ってですね、その米兵の様子を見に行って一人がいたんですけど、そうしたらもう僕の一番下の娘がですね泣いたもんですから、まだ2歳ですから、2歳の娘がですね、風邪2歳ですから泣いたもんですから、おい泣かすの、ここ今米兵近くまで来てるからね、泣かしちゃ困ると、米兵見つかるから。でそういったもんですから、小さい子供ですから知らないと入ってくるとやはり泣きますよね。でそういうことで、じゃあ娘よこせって言ってもね、おいじゃもう刺したんじゃないですかね、この子をやられると、殺されると。でおいじが、僕は覚えてますね、どうせもうこの戦争は生きるあれは望みはないですから、どうぞ家族一緒にここでやってくださいと。そうしたら僕らはですね、壕の入り口でたままやってるんですよ。壕の入り口に膝まくされて家族5名、残りの家族まだ泣けるんですよ。おいじが言ったもんだから、じゃあそんなのあなたが外に出なさいと。膝まくされて刀持ってたり一人の人が、おそらく首でもちょん切るやってるね。そうしたら石膏にいた兵隊が帰ってきて、隊長ここもう危ないです、もう米兵がすぐ近くに来てるから、もっと南に下がらんとということを言ったもんだから。でも逃れたんですか、この。そうしたらこの隊長はですね、
肩のパチンとなんか入れてですね、4名とも全部負傷兵でした。強いにして4名と行ってですね、1人だけ石膏に行っただけ元気でしたけどね、そういうふうにして、そこに入って、もう一番爆弾がやる18日ですから、もうものすごい激しいんですね。爆弾は前里でやられますから、で僕らは翌日の19日の11時頃に、毒ガスまかれてですね。毒ガス。はい。で僕なんか、毒ガスまかれて、僕は親父はですね、子供たち4名全部タオルで洋服で持ってるもんで、靴塞いでるんで、僕はもうあまり苦しいもんですよ。跳ねのけたんですよ。苦しいものがうるさいということで、取ったらそのまま捕虜になる時間までですね、そのままいたら喉がやられて、捕虜になって半年ぐらいは声が出なかったですね。そうなんですか。半年後、そしたらあとはですね、親父がもうみんな出ようと、外に、ゴリスによりはみんな外に出て死のうということで、親父が白い布に棒切れとか持ってきたか分かりませんけど、棒切れに白い布をかざして親父を先頭に出たんですね。伊沢さん、自分なんかもちろん戦争とか体験してないんですけど、伊沢さんが戦争を体験したということで、若い子たちに何か伝えたいメッセージとかございますかね。それから平和学習をですね、通じて沖縄戦で多くの尊い命と、それから破壊、戦争の怖さですね、たまに各国に来てますから、怖さ、そういうのを経験してますから、こういうもう二度と起こさないようにですね、世界が平和で、どこの人も真に日常生活が営まれるようなですね、生活をぜひ今後もですね、若い者の力で、構築していただきたいなということですね。特に我々戦争体験者としては、特にいかにこの戦争の愚かさですね、それが我々の務めだ、経験者の務めだと思うんですよ。でそうすることによって恒久平和が保障されますのでね、で一人一人の皆さんが恒久平和に向けて一人一人行動をですね、起こすなり自覚をしてもらいたいと、これを我々としては希望しますね。わかりました。伊沢さん、もう本当にいろいろ教えていただいてありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。いやいや、もうとにかく我々のですね、体験した昔の76年前の苦しみがですね、今の若い人たちにリアルに伝えられてですね、そういう戦争の醜さですね、怖さ、破壊、そういうものに対する意識をですね、高めることができたら、私たちももう年も年だしね、思い残すことはありませんね。わかりました。じゃあ、伊沢さん、今日はありがとうございます。いえいえ、どうも。